春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ホーミングを利用して、プレイヤーにフォトンブレードをつけてみようと思います。フォトンブレードつけてみた、ホーミング。早速、つけてみましょう。1、フォトンブレードスタティックメッシュの作成。フォトンブレード用のスタティックメッシュを作成します。アクタの配置パネル、ジオメトリより、ボックスを配置します。詳細パネル、位置を 0.0、0.0、100.0 にします。ブラシセッティングで 10.0、20.0、200.0 にします。アクタの配置パネル、ジオメトリより、ボックスをもう一つ配置します。詳細パネル、位置を 0.0、0.0、170.0 にします。ブラシセッティングで 10.0、60.0、20.0 にします。配置したボックスブラシを選択します。詳細パネル、ブラシセッティング、詳細設定、スタティックメッシュを作成をクリックします。保存先フォルダを選択します。スタティックメッシュ名を SM フォトンブレードにします。スタティックメッシュを作成でスタティックメッシュ化します。選択モードをモデリングモードに変更します。トランスフォームと変換を選択します。ピボットを編集を選択します。ボトムを選択して、承諾をクリックします。モデリングモードを選択モードに変更します。レベル上のスタティックメッシュは不要なので削除します。フォトンブレードにセットするマテリアルを作成します。右クリック、マテリアル、名前を M フォトンにします。ファイルを開きます。シェーディングモデルをアンリットにします。3キーを押しながら、クリックして、3ベクターノードを配置します。好みの色にします。エミッシブカラーにつなぎます。保存して閉じます。2、ホーミングプロジェクタイルアクタの作成。ホーミングするプロジェクタイルアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ホーミングプロジェクタイルにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのクラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。コリジョンをドラッグして、デフォルトシーンルートにドロップします。コンポーネントパネルのクラス追加より、アローコンポーネントをコリジョン配下に追加します。コンポーネントパネルのクラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントをコリジョン配下に追加します。詳細パネル、スタティックメッシュで、SM フォトンブレードをセットします。回転を Y-90 にします。スケールを 0.5、0.5、0.5 にします。一旦コンパイルします。詳細パネル、マテリアルにゲムフォトンをセットします。タグ名を追加します。セルフを選択します。詳細パネル、アクタ、タグズにエレメントを追加します。タグ名をプロジェクタイルにします。詳細パネル、イニシャルライフスパンを 3.0 にします。2の1、プロジェクタイルムーブメント、プロジェクタイルムーブメントを設定します。コンポーネントパネルのクラス追加より、プロジェクタイルムーブメントを追加します。詳細パネル、プロジェクタイル、イニシャルスピードを 1000.0 にします。マックススピードを 1000.0 にします。ローテーションフォローズベロシティを有効にします。ローテーションフォローズベロシティは、トゥルーにすると、発射物を速度方向と一致させるために、回転をフレームごとに更新します。プロジェクタイルグラビティスケールを 0.0 にします。プロジェクタイルグラビティスケールは、重力スケールです。0.0 にすると重力が適用しなくなり、まっすぐ飛ぶようになります。詳細パネル、ホーミング、イズホーミングプロジェクタイルを有効にします。イズホーミングプロジェクタイルは、トゥルーにすると、ホーミングターゲットに向かって加速します。ホーミングターゲットコンポーネントは、発射物がスポーンされた後に設定しなくてはいけません。ホーミングアクセラレーションマグニチュードを 6000.0 にします。ホーミングアクセラレーションマグニチュードは、ホーミングターゲットに向かう加速度の大きさです。2の2、オーバーラップ判定。DT ホーミングプロジェクタイルがホーミングターゲットにオーバーラップすると、消滅するようにします。コンポーネントパネルより、コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。アザーアクターより、アクターハズタグノードを配置します。タグ名をターゲットにします。アクターハズタグノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。オーバーラップ時、サウンドを鳴らします。ゲットアクターロケーションノードを配置します。
ゲットアクターロケーションノードより、プレイサンドアットロケーションノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。サウンドに好みのサウンドをセットします。最後に消滅するようにします。ディレイノードを配置します。デュレーションを 0.05 にします。プレイサンドアットロケーションノードにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。3、ホーミングターゲットアクタの作成。ホーミングプロジェクタイルをヒットさせるためのターゲットアクタを作成します。操作キャラクターを右クリックして複製します。名前を BT ホーミングターゲットにします。ファイルを開きます。ブループリントは不要なので全て削除します。カメラは不要なので削除します。フォローカメラを削除します。カメラブームを削除します。アクタタグを追加します。セルフを選択します。詳細パネル、アクタ、タグズにエレメントを追加します。名前をターゲットにします。今回、トレースを使用して、このホーミングターゲットアクタを選択します。カプセルコンポーネントを選択します。コリジョンプリセットをカスタムにします。ビジビリティをブロックにします。BT ホーミングプロジェクタイルに20回当たると、消滅するようにします。コンポーネントパネルより、カプセルコンポーネントを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。アザーアクターより、アクターハズタグノードを配置します。タグ名をプロジェクタイルにします。アクターハズタグノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。ヒットしたカウントを数えます。変数を追加します。変数ヒットカウント、インテジャー型を作成します。変数ヒットカウント、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数ヒットカウント、ゲットノードを配置します。変数ヒットカウント、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンを1にします。変数ヒットカウント、セットノードにつなぎます。カウントが20に達したら、消滅するようにします。変数ヒットカウント、セットノードより、グレーターイコールノードを配置します。下のピンを20にします。グレーターイコールノードより、ブランチノードを配置します。変数ヒットカウント、セットノードにつなぎます。カウントが20に達したら、トゥルーに処理が流れます。ディレイノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。BT ホーミングターゲットをレベル上に配置します。4、プロジェクタイルロジック。ホーミングプロジェクタイルアクタを発射できるようにします。操作キャラクターを開きます。左クリックすると、ホーミングプロジェクタイルアクタをスポーンするようにします。レフトマウスボタンノードを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードを配置します。レフトマウスボタンノードのプレスドにつなぎます。クラスに BT ホーミングプロジェクタイルをセットします。スポーンする位置は操作キャラクターの少し後ろにします。スポーンアクターフロムクラスノードより、メイクトランスフォームノードを配置します。ゲットアクタートランスフォームノードを配置します。リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。ロケーションより、アドノードを配置します。メイクトランスフォームノードのロケーションにつなぎます。前方を取得します。ローテーションより、ゲットフォワードベクターノードを配置します。ゲットフォワードベクターノードより、マルチプライノードを配置します。下のピンをフロートにして、マイナス 30.0 にします。アドノードにつなぎます。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、ルートコンポーネント、ゲットノードを配置します。ルートコンポーネント、ゲットノードより、ゲットワールドローテーションノードを配置します。メイクトランスフォームノードのローテーションにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ホーミングプロジェクタイルアクタがまっすぐ飛ぶようになりましたね。ホーミングターゲットの設置。スポーンしたホーミングプロジェクタイルアクタにホーミングするターゲットを設定します。操作キャラクターを開きます。スポーンアクター
フロムクラスノードのリターンバリューより、プロジェクタイルムーブメント、ゲットノードを配置します。プロジェクタイルムーブメント、ゲットノードより、ホーミングターゲットコンポーネント、セットノードを配置します。スポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。ホーミングターゲットコンポーネントを右クリックして、変数へ昇格します。6、ホーミングターゲットの取得。ライントレースを利用して、ホーミングターゲットを取得します。ライトマウスボタンノードを配置します。ライントレースバイチャンネルノードを配置します。ドローデバックタイプをフォーデュレーションにします。ライトマウスボタンノードのプレスドにつなぎます。ライントレースの範囲を指定します。今回は、単純に操作キャラクターの前方を1万点0にします。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、ルートコンポーネント、ゲットノードを配置します。ライントレースが始まる位置は、操作キャラクターの位置です。ルートコンポーネント、ゲットノードより、ゲットワールドロケーションノードを配置します。ライントレースバイチャンネルノードのスタートにつなぎます。ライントレースが終了する位置は、操作キャラクターの前方1万点0です。ルートコンポーネント、ゲットノードより、ゲットフォワードベクターノードを配置します。リターンバリューより、マルチプライノードを配置します。下のピンをフロートにして、1万点0にします。ライントレースバイチャンネルノードのエンドにつなぎます。ライントレースバイチャンネルノードのアウトヒットより、ブレイクヒットリザルトノードを配置します。ライントレースにヒットしたコンポーネントが存在するかどうかを確認します。ヒットコンポーネントより、is valid ノードを配置します。ライントレースバイチャンネルノードにつなぎます。ホーミングターゲットアクタがどうかを判定します。ヒットアクターより、アクターハズタグノードを配置します。タグ名をターゲットにします。アクターハズタグノードより、ブランチノードを配置します。is valid の is valid につなぎます。ライントレースにヒットしたアクターのタグ名がターゲットであれば、true に処理が流れます。ホーミングターゲットのコンポーネントを取得します。ヒットコンポーネントより、変数ホーミングターゲットコンポーネント、セットノードを配置します。ブランチノードの true につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ライントレースがホーミングターゲットアクタにヒットすると、ホーミングプロジェクタイルアクタが、ホーミングターゲットアクタに向かうようになりましたね。7、複数のホーミングプロジェクタイルアクタのスポーン。ホーミングプロジェクタイルアクタを9個スポーンするようにします。操作キャラクターを開きます。レフトマウスボタンノードとスポーンアクターフロムクラスノードの間に追加します。フォーループノードを配置します。レフトマウスボタンノードのプレスドにつなぎます。ファーストインデックスを0にします。ラストインデックスを8にします。インデックスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をカウントにします。ループボディにつなぎます。スポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。発射時のローテーションを取得を編集します。ゲットワールドローテーションノードを一旦切り離します。メイクトランスフォームノードのローテーションより、メイクローターノードを配置します。ゲットワールドローテーションノードのリターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。リターンバリュー X を X ピンにつなぎます。リターンバリュー Y より、アドノードを配置します。Y ピンにつなぎます。変数カウント、ゲットノードを配置します。変数カウント、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。アドノードにつなぎます。下のピンを 22.5 にします。リターンバリュー Z より、アドノードを配置します。Z ピンにつなぎます。下のピンを 90.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。発射位置が半円を描くようになりましたね。8、発射制限。ライントレースでホーミングターゲットを選択した時のみ、発射できるようにします。操作キャラクターを開きます。変数を追加します。変数キャンファイヤー。ブーリアン型を作成します。変数キャンファイヤーは、
発射可能かどうかです。レフトマウスボタンノードのプレス度が発射可能かどうかを判定します。変数キャンファイヤー。ゲットノードを配置します。変数キャンファイヤー。ゲットノードより、ブランチノードを配置します。レフトマウスボタンノードのプレス度につなぎます。発射可能であれば、トゥルーに処理が流れます。トゥルーをフォーループノードにつなぎます。ホーミングターゲットを取得すると、発射可能にします。トレースの最後の、ホーミングターゲットの取得に追加します。変数キャンファイヤー。セットノードを配置します。有効にします。変数ホーミングターゲットコンポーネント。セットノードにつなぎます。アクター判定で対象のアクターでなかったら、発射不可能にします。変数キャンファイヤー。セットノードを配置します。無効にします。ブランチノードのフォールズにつなぎます。コンポーネントの存在確認でコンポーネントが存在してなかったら、発射不可能にします。変数キャンファイヤー。セットノードを配置します。無効にします。is not valid につなぎます。発射タイミングでホーミングターゲットが消滅している場合があるので、スポーンアクターフロムクラスノードの前で、ホーミングターゲットの存在を確認します。変数ホーミングターゲットコンポーネント、ゲットノードを配置します。変数ホーミングターゲットコンポーネント、ゲットノードより、is valid ノードを配置します。変数カウント、セットノードにつなぎます。存在している場合は、ホーミングプロジェクタイルをスポーンします。is valid pin をスポーンアクターフロムクラスノードにつなぎます。存在していない場合は、発射不可能にします。変数キャンファイヤー。セットノードを配置します。無効にします。is not valid につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ライントレースでホーミングターゲットを選択した時のみ、発射できてますね。設定ファイル。弾丸やミサイルがスムーズにターゲットに当たる様子は見ていて爽快ですね。プロジェクタイルにホーミング機能を使うメリットは、ターゲットへの自動追尾。ホーミング機能を使うことで、弾丸やエフェクトが特定のターゲットに自動的に追尾し、プレイヤーの操作が不要になります。ゲームプレイの戦略性向上。ホーミングを導入することで、プレイヤーは戦術的なスキルを活かし、ターゲット選択や発射タイミングに集中できます。リアリズムの向上。ホーミング機能により、ミサイルや魔法の呪文などをリアルに表現可能です。ビジュアル効果の強化。追尾による動きを加えることで、プレイヤーの目を引くアニメーション効果が作れます。プログラムの柔軟性。ホーミングターゲットコンポーネントを使用することで、ターゲット切り替えが簡単に実現できます。失敗率の減少。一定の範囲内にあるターゲットへ誘導するため、外れる確率が低くなります。プレイヤー体験の向上。ホーミング機能により、挑戦的で魅力的なゲームプレイ体験が提供されます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。